YouTube も見てインスタとかでいいねをつけたりひっそりとアピールをしておりましたら、ご縁をいただくことができました。内装のレザーがふんだんに使われてて、シルバーのアルミの使い方もかっこいいし、シャープに仕上がってる。クーペでスポーティーな見た目なのにゆっくり走りなさいよと。大人の上質な運転、上質な時間を楽しんでくる。妻がですね、素敵という風に言ってまして、勝手に私のスイッチが入って、なるほど、急に欲しくなってきて、ボーイズ&ウィルズ TV の時間でございます。ご案内役の司です。そしてゲストこちらの方、お名前は？ともです。お住まいは？埼玉県です。年齢は？40歳です。お仕事何されてますか？主に鉄道関係の電気通信工事を行う会社に勤めてます。僕らがいつも乗ってる電車を動かすために働いてくださっております。そしてトモさん、こちらの車何でしょうか？プジョーの406クーペです。美しいクーペ、久しぶりに見ました。年式は？2005年式ですね。今回は出演したかった的な。YouTube を見てインスタとかでいいねをつけたりひっそりとアピールをしておりましたら、ご縁をいただくことができました。ということでね、アピールしていただいて連絡が来たということで、皆さんもアピールしていただければ連絡が来るかもしれません。ボーイズ&ウィルズステッカーを差し上げております。ということで、今回はトモさんとプジョー406クーペでお届けします。お楽しみに。トモさん、愛車の履歴教えてください。一番最初はマツダのアテンザ初代のタイプ、その次がプジョー207、はい、フランス車来た。はい。その次プジョー 308SW、 あ、続いた。次がフィアット500、イタ車行った。はい。イタ車に行って、フィアットの時にこの406クーペも買い足して2台になりまして、そのフィアットも買い替えてワーゲンのポロになりまして、ポロとこのクーペの2台体制ですね。今じゃ2台持ちいらっしゃるということ。そうです。フランス車とドイツ車の2台持ちいらっしゃる。なんでこの美しい406クーペにしたんでしょうか？もともと存在自体は知ってはいたんですけれども、欲しいとかそういったものは全くなくて、もう知ってはいるけど自分には縁のない車だなぐらいのしか思ってなかったんですけども、ある時芸能人の愛車紹介します番組に出てるのを、綺麗な女優さんの元愛車として紹介されてるのを見まして、いいなって思ったら見てたら、その時一緒に見ていた妻がですね、素敵という風に言ってまして、勝手に私のスイッチが入って、急に欲しくなってきて、2台体制いけるかなと思って、そこから一気に買ってしまいました。もう奥様の理解があるっていうのも話が早いでございますね。それね。妻は欲しがってたわけでは全くないんです。あ、そうですか。それに勝手にカコつけて。とてもいいきっかけだと思います。何年前ぐらいに買ったんですか？2022年の10月頃。なるほど。どんなとこ気に入ってますか？やっぱりデザインですね。流れるような。流れるようなこのデザイン。世界一美しいと称されるだけあって、本当にペニー・ファリーノ大先生の本当に惚れ惚れするようなデザインと、あとは外以上に内装の方が気に入ってます。トモさん、特徴教えてください。贅沢使いなデザインかなと思います。例えばどういうところですか？4枚ドアのセダンにもできるようなところをわざわざ2ドアにするようなところですとか、内装もすごいですよね。そう革張りで本当に豪華だなと思います。エンジンはどんなエンジン乗ってますか？3リッターの V6 エンジンですね。206馬力っていうエンジンなんですけど、十分ゆとりのあるサイズのエンジンかなと思ってます。定員5人乗りですか？4人乗りです。5人でも十分乗れるサイズ感だとは思うんですけども、わざわざ4人にしてあるなっていうような贅沢な使い方だなと思ってます。ここはちょっとなところってありますか？いいところと表裏一体の部分ではなるんですけども、ドアが非常に長くて重たいんですよね。なんでちょっと狭い駐車場になると乗り降りは苦労してしまうので、隣にぶつけてしまわないか気を使いながら乗り降りする羽目になります。ドアが長いのもドアが重いのも僕はそこはかっこいいと思います。その中でも特に青が一番この車らしく、エーゲブルーって感じですね。似合うかな。うわー、なんでこんな軽い車なんだろう。めちゃくちゃ軽やかです。出足は結構ゆっくりじゃないですか。だいぶゆったりですけど、50、60、70となっていくともうスルスルスルって乗り込みまして走り出しました。もうね、とにかく豪華で、そして綺麗。6万キロなんですね、まだこの答えね。そうですね。匂いもいいし、内装のレザーがふんだんに使われてて、シルバーのアルミの使い方もかっこいいし、フランス車にしたらシャープに仕上がってる印象が僕はあるんですよ。クー
だからなのかもしれませんけど、とにかく贅沢だし、もうシートですよね。はい、座り心地はすごくめちゃくちゃいいですよね。レザーシートなんですけど、適度に柔らかさがあって、ホールドがめちゃくちゃあるわけじゃないのが逆に僕は好きです。ゆったり座れるというか、してます、ね、結構大ぶりなシートですよね。そうですね。大柄な人でも結構リモ全然座れるのじゃないかな。ですよね。このインテリアの内装の良さ、シートの座り心地の良さ、それだけじゃないんです。もちろんフランス車、そしてプジョー独特のこの走りの良さ、このね、天張りのこの色もいいですよね。そうですね。これも落ち着いた色で。メーターのところにギアの案内があるじゃないですか。はい、それの模様もまたかっこいいデザインでね、書いてあるっていうのがね、かっこいいですよね。随所にね、シャープさと遊び心に溢れて、これがフランス車のいいとこだなと。イタ車でもなくドイツ車でもない、やっぱフランス車ならではの遊び心は最高だと思います。僕ね、欲しかったんですよ。ああ、そうだったんですね。買わなかった時4人にはならないかもしれないですけど、4人乗ったら狭いかなと思ったんですね。でも今日ゆっくり拝見したら、これ4人いけますね。余裕だと思います。後ろも全然狭さは感じないです。4人であればゆったり座れますね。4人乗りですしね、もうちょっと早くお会いしてれば僕の選択肢も変わったかもしれないなっていうぐらい、もう走りもソフトですよね。そうですね。ゆったりゆとりのあるような走りができるなっていうような。全然踏んでないんじゃないですか。踏んではないですね。ですよね。鼻がシャープだからどんなエンジン入ってるかなと思ったら、意外と大きい V6 の3リッターが入ってるんですよね。そうなんですね。本当にゆったり流して気持ちいいっていうような感じのエンジンかなと思いますね。大人がゆったり乗る、そうですね。こうサルーン的なクーペ、贅沢ですよね。今フランスでこういう車ってあんまりないから、クーペ自体がめったにですよね。奥様もここに乗ることはある？あ、それはあります。奥様どうでしたか？奥様の一声から始まったストーリーだと思うんですけれども、実際手に入れて奥様見られて乗ってみて感想どうでした？本当に買うのってまあ半ば呆れては言いましたけどでも車自体は気に入ってくれてるとは思ってます。まあそうですよね。この贅沢空間で、この乗り心地はいいですし、デザインも気に入ってくれてますし、それで金食い虫ってわけでもないじゃないですか。でもね、お金結構かけた部分もありますから、あら、そこはどんなところですか？いろいろトラブルも頻発したっていうのもありまして、そうでしたか。ちょっと一度目の車検を機にガバッと交換できるパーツとか紐を一気に交換して、お金がかかったかなっていうのがあります。ちなみにどれぐらい？車検費用で55万円ぐらい、元の買い値の本体価格に近いぐらい。2022年ここに乗せた時に546クーペ、約5万キロぐらいの車体でしたんですかね。そうです。どれぐらいの値段だったんですか？車両本体価格で65万とかだった。この豪華な車が？そうですね。車検とかもろもろ込みで100万しないぐらいとかで買いました。それで車検で50万ぐらいかかったから、結局150万ぐらいは。トモさん、この車調べたんですけど、新車で500前後なんですね。そうですね。この感じがないじゃないですか。このコンパクトさ、この美しさ、でこのラグジュアリーさ、エンジンも結構ゆとりがある。150万だったらありなんじゃないかなと思うんですよ。代わりが効かないから。内装も本当にやれがなくないですか？本当にね、綺麗でよかったんです。ツルッツルですよね。低走行5万キロちょっとでお買い求めになったってことで、外装も本当に綺麗でしたし、外装は買った時がめちゃくちゃ汚かったです。それはオールペンした。磨いてもらって、コーティングしてもらって見れる姿にはなったかな。もともと本当水染みだらけ、鱗だらけみたいな感じで、車を予約して見に行った時は雨の日だったんです、その日。全然わからなかったんですよ。雨だから濡れて雨粒がついてるだけからみたいな。そうですね。納車の日ですね。晴れの日に見たら汚なって思って。そっから磨いて。そうですね。じゃあまあまあ手間をかけたんですね。ただ内装はもともと結構綺麗だったんで、革が破れてるとかやれてるとかもなく、本当に中はほとんど手加えてないのと、あとヘッドライトはもともと綺麗だったんで、その2つがいけるならボディは後からなんとかなるからまあいいか。ポテンシャルは十分にある。そうですね。いや本当これね、来た時ピッカピカだし内装も綺麗だから、406クーペまあまあしたんじゃないかなと思ったら、そういう買い方もありますよね。簡単に調べたら、8万キロぐらいで2002年式で100万円前後だったので、実際見てみれば個体差もあるでしょうから、いい答えがゲットすれば十分いけ
がしますけどね。そうですね。6万円台でこれだけ贅沢味わえれば代わりが効かないんですから、この価格のこういうクーペもないんで、しかもフランス車で猫足ちゃんでございますし、このブルーの外装色は気に入ってますか？ブルーは非常に気に入ってます。この車はこのブルーが正直一番似合うかなぐらいに思ってるんで、何色かありましたよね。いい色ばっかりなんですよね。まあどれもかっこいいはかっこいいんですけども、赤とかシルバーなんてとこあってどれも正直かっこいいんですけど、その中でも特に青が一番この車らしく、まあエーゲブルーっていうか似合うかな。フレンチブルーでもありますね。そうですね。プジョーのまあイメージカラーでもそうですよね。どうでした周りの反応？あんまり周りにお披露目とかは限られた範囲しか正直してはないんですけど、これ世界中のお披露目になりますか？そうです。はい。ただこの車ではミーティングに行ったりするので、フランス車ミーティングとかそういう集まりに行くようになりまして、そこではご好評いただいてます。406クーペ何台かいますか？1台だけのこともできます。規模が大きくてもう1台2台ぐらいかなぐらい。僕実はこの車買うかどうか迷って買わなかったんですけど、次のクーペ407っていうの乗ったんですね。ずっと運転してみたかったんですけど、ちょっと運転させていただいてもぜひとも。やったもうめちゃくちゃ軽い。何これ。全然この運転席に座った方がフランス車のソフト感が増しますね。わあ、なんでこんな軽い車なんだろう。めちゃくちゃ軽やかです。出足は結構ゆっくりじゃないですか。はい。だいぶゆったりですけど、50、60、70となっていくともうスルスルスルっと伸びてくる。そうなんですよ。こういう車は静かすぎてソフトすぎるんで、気がついたら90キロぐらいですね、やばいってなっちゃうんで、それは法定速度が100キロのところで皆さんやりましょうということで、プジョーはやっぱりプジョーですね。このソフトな乗り心地とこのシートの包み込んでくれる感覚はね、シトレーンとも違うし、ルノーとも違うし、プジョーの感じ僕大好きだな。このスイッチ類も良くないですか？ドシンプルな最低限の、オーディオだけは買った時からついてますけど、使いやすいし、デザインもいい。シルバーの使い方がうまいし、これ内装もちゃんとピニファリーナが手掛けてるんだろうなっていうところが、メーターデザインまで多分やったんでしょうね。プジョー3代目じゃないですか。これ猫足と言われる感じって全部違いました？乗り味は違いましたね。207は正直乗っててめちゃくちゃ気持ちよかったです。いいですよね。もう本当に地面に吸い付くですよね。形で非常に気持ちよかったですよね。308ともまた違いますよね、これは。猫足でありながらラグジュアリーさがとってもあって、僕も大好きな FF サルーンっていうのが前から引っ張ってくれる感じが大好きなんですよね。ハンドリングめちゃくちゃ良くないですか？この車格にしては大きいエンジンが乗ってるので、頭が重いかなと思ってコーナーを切ってみます。ハンドルをお願いします。全然綺麗に曲がりますよこれ。曲がってくれるかな。若干オーバーステア気味が僕は好きなんですよ。重いところがこれがね FF サルーンのちょっと大きいエンジンを積んだ FF の車の好きな部分なんですけど、ハンドルもすごいですよね、デザイン。そうですね。ハンドルまで革張りっていうのがまた革張りはあってもツートーンになってるっていうのがなかなかないですよね。シャイルがあしらわれてるっていうのはなかなかないんじゃないかな。出足がゆったりストローンとしてる。せかせか飛ばすような人は鼻から願い下げとでも言いたいかのような。クーペでスポーティーな見た目なのにゆっくり走りなさいよと。本当に大人の上質な運転、上質な時間を楽しんでください。エンジンのセッティングからそっちに乗ってきてるっていう、全体的にゆったりしなさいよっていう提案がいいですよね。試しにちょっと踏んでみても全くどうも差がなくていいですね。これは本当にゆっくり乗る車ですね。そうですね。疲れてる時はわざと車に乗る。なぜかっていうと、僕の車はマッサージチェアだからっていう方がいたんですけれどこの車もそういう感じありますね。リラックスしたいから疲れてる時にわざわざ乗りたくなるような、本当リラックスできるような感覚はありますかね。ラグジュアリークーペっていうのはこういうことなんですね。お買い得の一台の一つかもしれないですね、選択肢としては。そんなに高くもない。そうなんです。希少な割に、そう人と被ることもございません。はい、乗ってまいりました。やっぱりね、比
フランス車プジョーはもう気持ちのいい車。20年前なんだけど、こんなに贅沢でこんなに美しくって、この思想本当に贅沢っていう言葉がぴったりな。そうですね。でデザインまでも完璧で、なかなかこういう車今はないんじゃないかなと思いました。本当に気持ちのいい車で眠くなって目が開きません。そんな車でした。ありがとうございました。ということでトモさん、プジョー406クーペ100点満点中何点でしょうか？はい、90点です。不具合は頻発しておりますので、不安はつきまといながら乗ることになるという、そこの部分で90点となります。不動になったこともあるんですもんね。あります。だいぶ苦労しました。だいぶ苦労しました。でも乗り続けたいですか？可能な限り、維持できる限り。ということでございます。他にはね、変わりのない素晴らしい車でございます。ある意味クーペの頂点の一つなんじゃないかなと僕は思います。今回はトモさんとプジョー406クーペでお届けしました。ボイス&ビリス TV、また見てね。バイバイ。